なんかねポロポロポロって涙がねこぼれてきちゃって、どうしたのって。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はちょっとね最近あった出来事についてちょっと考えることがあったのでね、お話ししていきたいと思います。私ね、本業はヘアメイクをしております。ニューヨーク在住のヘアメイクです。日本にいる時は芸能系の方、女優さんとかアイドル歌手の方ですとか、あとは雑誌とかもねやっておりました。ニューヨークにね来てから結構一般の方、ニューヨークっていうのはねいろいろイベントことがたくさんあります。わざわざねなんか大きい企業のパーティーのために、地方からねいらっしゃる方ですとか、あとはウェディングですとかね、こっちだとスイート16っていう16歳になった女の子がやるもう本当に大きなね披露宴みたいな大きいパーティーもあるんですよね。そういうのに行くのに本当に皆さんね、ロングドレス着て本当にヘアメイクバッチリやってゲストとしてね参加したりとかする方多いです。なのでそういう方にね、ハイヤーされて、メイクしに行ったりとかするんですけれども、そういう方たちはね普段からプロの方のメイクを受けるっていうのねあんまりないんですよね。そう、芸能人の方ですとかモデルの方なんかはいつもねヘアメイクさんにメイクしてもらうっていうことに慣れてると思うんですけれども、もう一般の方ですからね、一生に一度自分の結婚式の時にあるかないかみたいなね、そういう感覚なんじゃないかなと思います。今回ねたまたま、私のお友達がね、いとこの結婚式に行くということで、張り切ってね、メイクしようじゃないかということでねメイクさせてもらいました。もちろんねその人は本当に、自分の結婚式の時もメイクしてもらったのかどうか危ういぐらいで、本当にねエステにも行ったことないって言ってて、私がねマッサージしたりとか、ちょっとね電気の EMS のフェイシャルのねマシン使ってちょっとリフトアップしてあげたりとかね、いろいろして、こんなにね甘やかされたことないわなんて言って、すごい和やかにねメイク進めていきました。そう前置き長かったんですけれども、それでね、そのお友達が途中でねアイメイクこんな感じだよって言ってつけまつげつけた後にちょっと鏡渡してね見てもらったんですよ。そしたら「Oh my god, it's so good」みたいな感じで「So beautiful」って言ってめっちゃ喜んでくれたんですよ。まだねメイクの途中だった、アイメイクぐらいしかしてなかったんですけど、それでもね彼女のねアーモンドアイに私のね選んだ色とかねちょっとスモーキーにして、で結構大きめなねつけまつげをつけてあげて、すごいね綺麗にバッとこうね華やかになったんですね。そしたらねそれで続けてやろうって思ったら、なんかねポロポロポロって涙がねこぼれてきちゃって、どうしたのってつけまつげ当たってる、痛かった、痛い、すごいびっくりしちゃったんですけど、そしたら違う違うみたいな、全然そんなことない、すごいカンフタブルなんだけど、もうこんなねなんか綺麗にしてもらってすごいなんか感動しちゃってっていうか、なんていうの、もう今まで自分の友達とかともねなんかでジェラシーを受けたくないから、そんなね綺麗にしようっていうね気持ちにねなったことがなくて、いつもずっと控えめになるべく綺麗にならないようにして生きてきたと、若い時からね。でこんなに綺麗になっちゃってすごいもう感動しちゃったみたいな感じで、自分のね美しさみたいなものを引き出すっていうことをねしてこなかった。そういうねなんか青春を送ってきたって言ってね、すごいねなんかもう嬉しくて泣いちゃったんですよ。それでいつもね私もお客さんにねすごいそうやって喜んでもらうっていうことが私のヘアメイクとしてのね生きがいではあるんですけど、そんなねほんとダイレクトにそんな風になんか今までね自分をきれいにするっていうことをなんかわざわざしてこなかったっていうね、そのねなんか
言葉がずっと胸に残っていて、今日はそれについてちょっとお話をねしてみたいかなと思いました。私たち世代の女性ってどこかで控えめにちょうどよく生きることに慣れちゃってるところありませんか？あまり派手にしないように、周りから浮かないように、目立ちすぎないように。特に見た目のことになると、綺麗すぎても叩かれる、派手すぎても浮く、そんな空気の中でちょっとブレーキをかけて生きてきた。いつの間にか綺麗になることにさえ許可が出せなくなってしまう。これって本当に多くの女性が抱えている感覚なんだと思います。美にこだわるなんてみっともないとか、若作りしてるって思われるかなとか、そういう言葉がちらっと頭をよぎったりしますよね。でも私は思うんです。美しくなりたいっていう気持ちは全く悪いものじゃない。むしろ私はまだ大切に扱われていい。私はまだ自分を好きになりたいというとても健全な心の動き。それを抑え込んでしまう方が実は心に負担がかかる。美に向かう気持ちは若さへの執着じゃなくて、自分を丁寧に扱いたいっていうサインなんですよね。ヘアメイクをしていると鏡を見た瞬間にふっと表情が変わる方結構います。あれってすごく素直な反応なんですよね。眉毛の形一つ、質感一つ、髪の動き一つで、あれ？私ってこういう顔だったんだ。まだこんな表情できるんだっていう小さな再発見が起こる。その瞬間って外見を整えているように見えるけど、実は内面が動いているんです。ずっと奥にしまっていた自分がそっと顔を出す瞬間、それを見た時に涙が出る方がいても何にも不思議じゃない。友人の涙を見て思ったのは、あれは悲しい涙じゃなくて、やっと出てこれた自分が流した涙なんだろうなっていうこと。長い間控えめに目立たないように、波風立てないように生きてきて、その中で閉じ込めてしまった、私本当はこうなりたかったっていう気持ち。その扉が開いた瞬間、涙として溢れることってあるんです。あれは弱さじゃなくて、すごく大きな回復のステップ。自分を取り戻す合図なんだと思います。もし今、綺麗になっていいのかな、年齢的にちょっと恥ずかしいかも、そう思っている方がいたら、どうか自分にそっと許可を出してあげてほしいです。誰かと比べなくていい。流行に追いつく必要もない。それこそ若い人と競う必要なんて本当にない。あなたはあなたのままで美しくなっていい。美は競争じゃなくて生き方の一つ。自分を愛する方法の一つ。そしてそれはいくつになっても自由なんです。はい、そういう感じでね、私は自分がヘアメイクをするとき、人にねメイクをしてあげるとき、その人の魅力をね最大限引き出すように、取ってつけたようなメイクではなくて、その人のいいところを最大限に生かすメイクを心がけています。すべての人にはもともと持っている、魅力とかね、いいところっていうのが本当にそれぞれね違った形で持っているんですよね。それを引き出してあげる、もっともっと魅力的にね強調してあげる、そういうメイクを心がけています。私がメイクした人が
鏡の前でその、心がねふっと軽くなって、すごい鏡を見た瞬間にわーってこうエキサイティングする、私ってこんな感じになれるんだ、私ってこんなに可愛くなっちゃうんだっていうね、そういうふうに思ってもらえたらね、これ以上の喜びというかね、そういうふうに思ってもらえるようにお仕事をしています。本当にそれがね、私のお仕事の最も嬉しい、やりがいのある部分だと思っています。はい、ということでね、今日のお話が誰かの心をちょっとだけ楽にしてね、自分を少しでも好きになれるきっかけになれば嬉しいです。私ね、メイクさんということでたまにねメイクの動画も出していますので、ぜひそちらもねご覧になってください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。